不登校生徒が去年24万人で過去最大と文科省が問題にしています。孫泰造さんの著書で、現代の教育の原理は牢獄のシステムと同じだと書いていました。今の教育制度は時代にそぐわないところや子供への教養が多くて効果的ではないと思います。どうしたら日本の教育が良くなると思いますか？ N 子とかでやってるように学校に通えなかった子でもオンラインでデジタルや芸能スキルを身につけたら社会で活躍できるようになるんでしょうか？ N 子も一つの答えだとは思うんですけど、ただ教育自体が今やってることと社会で必要なことの乖離がどんどん激しくなってるんですけど、その乖離が激しいというのを直すという構造が日本は持ってないんですよね。偏見も混じるので言葉通り受け止めないでほしいんですけど、まずじゃあ文科省の方針を決めてる人は誰でしょう？文科省の官僚です。文科省の官僚というのは誰がなりますか？東大とか京大の成績の良かった人のめちゃくちゃ成績がいいわけではなかった人たちです。東大とか京大で官僚になる人の優秀な人たちというのは財務省や外務省に行きます。で、財務省や外務省に行けなかった東大や京大の人たちというのが文科省に行きます。もちろん第一企業文科省の人というのがゼロではないですけど、残念ながら割合としては低いです。経産省とかも低いです。なので東大とか京大という学校システムがあるおかげで自分がそれなりのポジションに行けてるという人が文科省に入る確率が高いです。財務省とか外務省に行けちゃってる人って他の社会に行っても全然暮らせる人なんですよ。例えばその財務省に入ってる人で普通に司法試験受かっちゃいました、でも財務省に行きますっていう人とか、外務省のための試験っていうのを大学在学中に外務省試験受かっちゃいました、だから東大を中退して外務省に入りますみたいな、別に東大という肩書きがなかったとしても他の試験全然受かっちゃってますみたいな人が財務省とか外務省にいるんですよ。なのでそういう人って別にじゃあ俺弁護士になるわとか、別にじゃあその外務省試験受かるから普通にじゃあ外資系の企業受けます、はい受かりましたっていう人たちばっかりなんですよ。でもそうじゃない人が残念ながら外務省財務省に入れなくて文科省に入ってる。なので東大とか京大という肩書きがすごく大事な人たちがじゃあ何やるかっていうと、東大とか京大の今までの学校教育は正しいよねというのをやり続けるんですよ。なので記憶をしたものをペーパーテストで書いて点数が高いという教育で試験で受かった人がいい大学というのに行き続けるという仕組みを残した方がいいよね。ペーパーテスト大事だよね。面接とかっていうのは人の点数が測れないからなるべく配点低い方がいいよねっていう人たちが社会的教育システムを作り続けるんですよ。ってなると、じゃあそういう人たちって暗記教育になりがちなんですよ。世界史とか日本史の年号を覚えることで社会に出て得することってほとんどないんですよ。世界史とか日本史の何が必要かっていうと、こういう文化でこういう風に社会の仕組みが決まりましたよね。でもその当時の国民はこう考えましたっていうことを学んでるかどうかが大事なんですけど、それって問題を作るの難しいんですよ。で問題作るんだったら鎌倉幕府ができたのは何年でしょうっていう問題って正解とか×とか決めやすいじゃないですか。でも武士はなぜその当時強かったのですかっていう質問をされた時に、武士がなぜ強いかという説明ができた方が現代社会では役に立つんですよ。農民というのは農作物を取らなきゃいけない時期になると戦争ができないんですよ。なので秋は収穫の時期だし春は田植えの時期だから戦争ができないんですよ。でも織田信長は武士という戦うことだけの職業の人を作ったので春でも秋でも戦えたんですよ。なので春とか秋に戦争を仕掛けると農民は戦ってくれないから、その時期に他の国はめちゃくちゃ弱いんですよ。でも織田信長は一年中戦争の訓練してる奴らを持ってけるから戦争めっちゃ強いんですよ。っていうのがなぜ武士が強いかなんだけど、これ問題にすると4択とか採点が難しいんですよ。なのでこれ問題にならないんですよ。でも本当に知らなきゃいけないことっていうのは、専門の職業のやつって強いよねっていうことを知るかどうかなんですよ。別に武士がなんで強いか必要じゃなくて、じゃあ年間半年だけ働く人と1年間そのことだけをやってる人が戦ったらどっちが強いの？それは1年間そのこと考えてやってるやつの方が強いでしょ。これだからじゃあオリンピック選手をどうするかで、半年間だけ練習するやつと1年間練習してるやつどっちが強いのって言ったら、それは1年間練習してたら強いでしょっていう現代でも通じる哲学になるんですよ。でもそれは残念ながら受験ではその必要な知識にならないんですよっていうところがあったりするので、本来社会で生きていく上で必要な知識とか必要な考え方は何ですかっていうのをちゃんと教えなきゃいけないんですけど、残念ながら日本の文科省の中ではそういうのは教えられないし、でそういうことを教えてないところは学校のカリキュラムからずれてしまうので補助金がもらえないみたいな形になっちゃうんじゃないかなと思いますけども。
最近欧米のが子供の教育に熱心だと感じ、日本は手抜きで変化がないと思います。この格差は広がりますか？国によるんですけども、教育って大事だよねっていうのと、教育が何のためにあるのかっていうところを、割とちゃんと考えてる人とちゃんと考えないところの差があると思っていて、フィンランドとかは有名ですけど、学校の先生って基本的にもうみんな大学院を卒業した修士だったり博士だったりするんですよ。小学生に教えるっていうのであれば、別に高校生でもできるよねっていう風な考え方を割と日本はしちゃうので、受験を全くしなくても入学できるようなノーボーダー的なエフラン大学卒業した人が学校の教員になれちゃったりするんですよ。でもじゃあ、確かに小学生が学ぶ内容っていうのは別に中学生でも教えと思ったら教えられますよと。でも、教育ってそこじゃないよねっていうのが、割と他の国が考えていることで、子供の知的好奇心をどうやって満たすかとか、何か問題があった時にどう解決するべきかというのと、将来的にじゃあどうやって稼げるような子供にすべきかっていうところをちゃんと意識して物事を教えなきゃいけないんですよ。算数の 2×2 は4だよねっていうのを教えるだけだったら別に中学生でもできるんですよ、小学生に対してね。でもそうじゃなくて 2×2 は4っていうのを覚えることで、その先にその子の人生に何があるのか。じゃあなぜ 2×2 は4を覚えなければいけないのか。じゃあこういう仕事したいんだったらこういうのが必要だよねとか、例えばデザイナーになりたいですって言った時に、数学がなぜ必要なのかっていうのを説明できるかどうかなんですよ。服のデザイナーに なりたいですって言ったら、ふわっとした中学生だったら、じゃあなんかおしゃれな服作ればいいんでしょ？ハサミとかで切って縫うんじゃない？そしたら算数とかいらないよねっていうふうに考えてしまうんですよ。でも、大学院出てますっていう割とちゃんとした人だと、服を作るためには、まず反物を買ってきますと。で、反物に対してパターンを引くんですよね。T シャツだったり T シャツの形に引くんですけど、で、その反物の中で T シャツの形が何個取れるか。で、使えない部分の歯切れっていうのをなるべく減らした方がいいので、じゃあ、この形を半分に切ってつなげると、歯切れがそんなにできないよねってなるので、じゃあ、この形でパターン作った方がいいよねってなると、もうそっからは数学なんですよ。何センチの範囲内で何個服が作れるから、そうするとこれを何十個作るためには、反物が何メートル必要だよねと。で、じゃあ袖を何センチ短くしたんだったら、こっちは2センチ短くしなきゃいけないのねとか、全体のじゃあ LMS があるんだったら、全体を 1.5 倍にしようだったら、1.5 倍で全部計算しなきゃいけないし、でも銅の長さはそんな伸びないよねだったら、じゃあ銅は変えないよねみたいな、やっぱり数学はいるんですよっていう話ができるかどうかなんですよ。デザイナーになるんだ。だから僕国語とか関係ないと思うんだよねって言って、でもじゃあ外国で服を売るんだったら英語必要だよね。で、英語を勉強するには、英語をいきなり勉強するのではなく、まず言語とは何か、コミュニケーションとは何か、で、本を読むっていうのもやらなきゃいけないから、じゃあ国語からやった方がいいんじゃないっていうのが教えられるかどうかっていうので、子供たちのモチベーションをどう育てるかっていうのをやらなきゃいけないんですけど、じゃあ僕が今話した話を学校の先生がやってましたか？日本のね。僕が知る限り、日本の学校の先生でそういうのやってる人見たことないんですよ。教科書読んで、教科書の問題解かせて、できたできないとかで点数つけて、で、点数が悪かったら、はい悪かったねで終わりで、個々人の子供が何を間違ったのか。で、なぜ間違えたのか。間違えた部分はこうやって覚えるんだよ。じゃあ、次回は間違えないようにしようね。みたいなことはやらないんですよ、日本は。っていうのがあるので、じゃあそれはやっぱりちゃんと教育についてきちんと考えている国の方が子供が伸びる可能性あるんじゃないのって思っちゃうんじゃないかなと思うんですけど、落ちこぼれほっとくっていう学校もいっぱいあるんで、国によりますけど、はい。日本の学校教育って意見とぶつからずに組織の方針を静かに汲み取って従い、角を立てるのが人格の根っこになる大人に育たれている気がします。なので、ブラック企業の経営者や職場のいじめをする側の組織を管理する側にとても有利な奴隷を育てる制度としてかなり優秀だと思います。実際大人になってからメッシュ方向の仕方は子供の頃から骨に染みてるけど、所属している村組織 VS 自分個人についてはそのマインドそのものが奪われるように教育されてきたので、ブラック違法企業に従う日本人が多数派なのではないでしょうか。正解だと思います。偉い人に従うのが正しいよねっていうのもあるんですよね。で、偉いというのは自分より上の肩書きであるとか、自分よりお金を持ってるとか、自分より年が上の人っていうのが偉いよねっていうのがあって、言ってることが理論的に正しいかどうかは後回しになったりするんですよ。例えばじゃあうさぎ跳びっていうのって体を痛めるだけで筋肉全然つかないよねっていうのは、
結構昔から言われてはいたんですけど、ただ昭和の時代って頭の悪い教師が多かったので、頭の悪い教師が俺たちはうさぎ跳びやってきたんだからお前らもうさぎ跳びをやれっていうので、ずっとうさぎ跳びをやらせるみたいなのが続いてたんですよ。でそこでいやいやそれって体足痛めるだけで筋痛めるから別の筋トレやった方が全然いいですよっていうのを言ったとしても無視されるみたいなのがあったので、割とその日本はそれが強いんじゃないかなと思います。正座させられたりとかね。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はこちらからの切り抜きになります。